ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、エディフィアーのフラグシップモデル、エディフィアーネオバッツプロ、その最新モデル、ネオバッツプロ2だ。前作は、発売当時、圧倒的な価格帯性能を誇る、ノイキャン、高音質コーデック、そしてもちろん、本体ドライバーの高音質仕様と、3拍子の揃った、明らかに突出したイヤホンだった。現在でも、音質、ノイキャン、価格のバランスで、十二分に選択肢として持ち上がる一台。また、エディフィアーはマイク周りもちゃんとしたイヤホンが多く、そのまま通話用などにも転用できる、実用性の高さも特徴的だった。今回は、そんなネオバッツプロがさらに進化、この価格帯の TWS では選択肢が非常に少ない、ハイブリッド型のイヤホンであり、同時に、クラス最強レベルの ANC 性能を引っ提げて、新作イヤホンとして帰ってきたぞ。ケース、細部のデザインなどが変更になっているが、基本的な装着感は同じ、黒豆っぽい形状の本体部分に、レシーバー部分が組み合わさったデザイン、結構横平に見えて、走ったりするとある程度ずれる感覚がある、ANC 性能などを重視しているので、アクティブな用途より、少し落ち着いた環境で使うのが前提のデザインとなっている、白いライン LED の入ったケース部分が印象的だ。前作では赤いライン LED だったんだけど、今作はより大きくなり、デザイン的に後継モデル感が強い。何気に変な機能として、このケース LED、色が変わる。しかも、要充電を伝えるためではなく、おしゃれで変化させられるぞ。前作と同様、赤色にもできる。スマホ用のアプリと連携して好きな色に変えよう。ネオバッツプロは、LDAC と LHDC という、ハイレゾ無線通信用コーデックに対応している、珍しいイヤホンだったんだけど、その特徴は、ネオバッツプロにでも引き継がれている、消費電力を抑えるために、ソフト側で無効化されているので、LHDC や LDAC を聞きたい場合は、ソフトからアクティベートする必要があるぞ。とはいえ、SDC でも強烈なサウンド体験はできる。バッテリー持ちを重視したいなら、あえて、LDAC や LHDC を有効にしないで使うのも手だ。装着感に関しては、イヤーピースが重要なんだけど、今作では、前作よりも多くのサイズのイヤーピースがついてくる。前作はなかなかうまく耳に合わせられなかった、という人もいると思うけど、今作は、しっかりとイヤーピースを選んで、適正なサイズを探すことができるぞ。また、本作から採用された新しい要素として、空間オーディオが存在する。これは、頭の角度を判定することにより、しっかり、画面の方から音がしているように感じられる機能。あまり搭載している機種は少ないが、普段の生活の中で使うことはそれほど多くない機能だと思ったな。もし、頭を動かすときに、空間表現がそのまま推奨しているのが苦手、と感じる人は、使ってみてもいい機能かも。実際、アプリを使って、前を向き、オンにするだけで、頭を動かしても、その方向から音がしているように感じられる。連続動作時間は、ケース、単体ともに若干短くなった。新しい機能を搭載した影響だろうか。ANC オンが1時間減の4時間、オフで30分減少の 5.5 時間だ。ただ、この平均的な連続動作時間を補填するために、ネオバッツプロ2では、急速充電に対応している、15分で2時間再生。ケース、イヤホンともに、充電時間は1時間だ。いつでもケースを持った状態で使うタイプのイヤホンになっているので、ライフスタイルに合うか、考えよう。エディフィアーの製品は、マイクの品質が全体的に高い。これは、実際に提供されてきた他社製品と、エディフィアーの製品をいくつもテストしてきて実感していることだ。今回のネオバッツプロにも、しっかりと片側3つのマイクを採用していて、環境騒音を排除して、しっかりと通話が可能だぞ。普段だったらここで Windows 上で録音したファイルを流すんだけど、ネオバッツプロ2の接続方式のためか、今回は残念ながら Windows 上でうまく録音できなかったので、テストはなし。録音できないということは、すなわち Windows 上でマイクの音声をリクエストされても提供できないってことなので、今後何かしら解決策が提示されるか、あるいはスマホとの連携をメインに設計された機種ってことなんだろう。一応、マイクはデバイスとしては認識されてたぞ。それからネオバッツシリーズ共通の弱点を1個だけ指摘すると、電池残量が減った時、ケースのインジケータがわかりにくい。充電されていなくてもインジケータが光るし、その細かな挙動について、マニュアルに記載がなかった。この点だけは引き継ぐのか、今回は色も変更できるし、本格的におしゃれ要素になったなぁ。という印象がある。と、外装周りについてはこんな感じ。聞く前に特に感じるのが、ノイズキャンセリング機能の強化と、それから、空間オーディオが追加されたことだ。特に、今回のネオバッツには、音質面以外では、ANC の強化が最大のトピックになるんじゃないかな。
ネオバッツプロシリーズの強力なアピールである、ノイズキャンセル性能は、ネオバッツプロでも力強い42度ブ。今作は、さらに進化した50度ブ。前作でも、ある程度人の声まで影響する。価格帯では特に強烈な ANC だったんだけど、今作では、もちろんスペック的な進化も強いんだけど、人間の声が半減する。それ以外の音はさらに強く減衰する。そして、一番大きいのが、大気中のホワイトノイズが大幅に減少したこと。ノイキャンは有効にすると、周囲の音をかき消すために、結構ホワイトノイズを発する機種も多い。今作では、低中高の2段階のノイキャンを用意していて、自宅で使う、カフェで使う、公共交通機関で使う、という、2段階のノイキャンモードを備えるぞ。これがとにかく小回りが効いて、周辺の話し声まである程度防げる。もちろん、完全に防げるわけではないので、ある程度は聞こえてくるのは理解してくれ。でも、同じ価格帯の、複数のドライバーを積んだイヤホンの中では、圧倒的な効力だ。なので、より違和感なく、より強烈なノイズキャンセリングの恩恵を受けることができる。やっぱりここはノイキャン付きイヤホンの最重要視すべき基本性能の一つなので、常に、エディフィアー勢の最先端を行く、ネオバッツプロが、今回このように強化されたのは素直に嬉しいな。でも、ノイキャンがしっかりと強い機種、というのは、実は結構存在したりする。だけども、ソリッドな音質を伴う機種というのは意外に少ない。ドライバの性能の一部がノイキャンに使われるので、もともと、ノイキャンが有効なイヤホンって破殺音が強かったりするんだよな。そのため、結構ウォームで優しい音のイヤホンが多いんだけど、そこを解決するのがハイブリッドよ。ネオバッツプロシリーズに採用されている 10mm の大型ダイナミックドライバと BA ドライバの組み合わせは今回も同様だ。BA ドライバにはしっかりとノールズ製のものが採用され、価格に対するコスパの優れた商品となっている。よく調整された、1万円クラスの 1BA1 ダイナミックドライバモデルの有線イヤホンと遜色のない出来の音色となっていて、具体的には 7Hz ソナス、レトシャオワーガリレオなどのクラスに匹敵するぞ。シンプルな構成で、派手な音がこなせるハイブリッドイヤホンを、無線で楽しみたい人、さらに、こちらが主目的の人も多い、強烈なノイキャンが欲しい人におすすめだ。ネオバッツプロ2の詳細な音色について話そうか。基本的には、非常に高評価だった、ネオバッツプロ初代と同様、高音域から低音域までしっかりと鳴らせるバランス。ただし、高音域に関しては、ネオバッツ2の方が刺激的にできる。初期設定でも結構刺激的なので、クラシックモードなどの、落ち着いたバランスにすると、好みのバランスになる人が多そうだ。実際、一般的なイヤホンのバランスはクラシックモードでの再生。それでも、高音域側の粒立ちなどは、通常の1ダイナミックドライバモデルより良いので、ハイブリッド型の良さは強く体感できると思うぞ。このタイプのハイブリッドでよく弱点になる、高音域と低音域の温度感の差も、うまく中間がマスクされているので、問題なくクリアな音質が楽しめる。ボーカルの厚みもきちんとあり、ほとんどのジャンルに対応できる、ソリッドからウォームまでこなせる音だ。ただ、高音域側のドライ感が、若干前作や、平均的な同構成のドライバのイヤホンより強めなので、よりハイブリッドと BA らしいカリッとしたサウンドを楽しみたい人におすすめだな。音色を分解してみよう。高音域は、モードによってはかなり極端に強烈。クラシックモードで程よく粒立ちを感じられる印象だ。アプリと連携するのが前提で、ハイブリッドらしさは常に残るものの、好きなように調整してね、という印象を受ける。中音域は 10mm ダイナミックドライバの近いボーカルや楽器群が楽しめる。しっかりと厚みを感じるが、ハキハキと明瞭に聞こえる音色だ。アナウンスなんかもしっかりと聞き取りやすいぞ。ラジオなんかでも、気持ちよく聞けるバランスだと感じるな。低音域、ネオバッツプロの前身である NB2 の時代から、このシリーズのサウンドは強力だ。普段、KZ などの強烈な低音域とサブベースを持つイヤホンを愛用している人も納得の重低音。空間を塞ぐ感じもなく、程よい広がりを感じる空間表現を持っているぞ。空間表現については、低音でもさらっと触れたけど、ノイズキャンセル採用で、ある程度密閉度のあるイヤホンとしては、抜群に広い。同じハイブリッドのサウンドピーツオペラシリーズや、低価格なハイブリッド ANC イヤホン、ドナードバッツ1よりも、自然で広い空間を演出している。また、対抗する機種に比べて、中音域と高音域の明瞭感がうまく両立してるのがポイントだな。トゥーバドソーンはより刺激的、オペラシリーズは、よりウォームで音のつながりが強く、キレなどよりもウォーム感や厚みが重視されている。サウンドに関しては、何にでも対応できる、ネオバッツプロシリーズらしい完成度と言えるだろう。そして、忘れてはいけない、ネオバッツプロには、この価格帯で最強の ANC 能力を持っている。さっきも言ったけど、違和感も少ないので、外使いの ANC 付き TWS は、こいつがしばらく主力になりそうなくらいだ。
というわけで、もちろん、音質はネオバッツ譲りで、さらにクリスプに変化。そして、ANC は、ネオバッツプロよりさらに発展して、より自然で強力になった。人が話している空間なんかで作業する時にも、明らかなパワーアップを感じられるだろう。ネオバッツプロには、エディフィアーのこのタイプのイヤホンの機関クラスだけあって、いつも優れた使用感を提供する。特に、何時間もずっとイヤホンを聞く、という用途と、激しく運動しながら聞く、という用途以外では、強力な性能と、途切れない使い心地を感じることができるだろう。といったところで今回はここまで、ハイスペック TWS は魅力が高い、